哦，要讲剑圣了吗？太美了。女が朝っぱらからこんなとこで何してやがんだ。ま、いいからいいから。おいでおいで。花は好き？求侵略。哇！已经剑指彼此了。哇！他们肯定最了如指掌了彼此的这个剑术。哦不！哎，这还分神了，呗。哎呦，我真服了。親父が負けるわけ。はいける。お前には無理だ。今すぐ逃げろ。やめて、やめてくれよ。啊，真的有点无语了。哦，看着我。你永远可以相信他。但是这种家庭重聚不要啊。死者は動かない。死者にその先はない。僕はその不条理を許さない。而且其实做成死尸，应该战力是有多少有削弱一部分，肯定不可能是比活着的时候还强。只是拔剑就已经地震了。哦，天哪！这又是他的什么？
が12歳の頃だった。但有时候加护可能是好，但也可能会带来灾吧。真服了，就这样从天而降。助かった。莱哈尔赫是每天都在背。やはり間違いない。次の牽制はお前だ。剣を持ちなさい。这并不是他最开始想要的。兄さんは私の何倍も努力していた。一日だって剣の鍛錬を怠ったことはなかった。そうやって頑張る兄さんが私は大好きだった。剣を持ちなさい。但即使这样，他也一直做剑圣，做到了最后了。夢を私が壊した。初陣はそれから2年後、王国最大にして最悪の内戦、アジン戦争の時。哦，テレシア、怖いのかい？强行背负的东西太多了。わかるよ。だってお前は虫も殺せないような優しい子だったから。2年前、お前に負けて悔しかった。でも俺はやっぱり剣が好きだったんだよ。アストレア家に生まれて、弟たちがいて、妹のお前がいて感謝している。剣に感謝しているんだ。兄さん。哥哥也好温柔啊。俺が守ってやる。俺はお前の兄貴なんだから。お前が戦う必要なんてどこにもないんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。その初陣で私は剣を一度も振らなかった。振ることができなかった。それどころか戦場に立つことさえも。そして兄さんは私の代わりに先陣を切り死んだ。それでも私が剣聖の座から降りることは許されなかった。剣聖の存在は王国の精神的な支柱だ。私の敵前逃亡の事実は隠蔽され、戦いは続いた。カルラ、カジレス、哦天私哪！の兄弟も先代の剣聖だったおじさまも戦場で命を落とした。剣を持ちなさい、テレシア。可能这才让他意识到，他必须要做出能够符合他能力的事情。哦天哪！哦，他最喜欢的花儿。
女が朝っぱらからこんなとこで何してる？俺の勝ちだ。俺より弱いお前に剣を持つ理由はもうない。私が持たないなら言葉にしてほしいことだってあるのよ。いつか気が向いた時にな。哦，太可爱。いろいろなことがあったけれど、それでも間違いなく幸せだった。私は反対だ。お前は何を考えている？もう決めたことよ。ハインケルか。あのバカ野郎。くだらない入れ知恵で。それを私やあなたに言う資格はないわ。突然現れた白芸の討伐。でも王女様が誘拐されている今、この駅士団長の元気のあなたが動くわけにはいかない。だから牽制である私が動く。あの子の言うことも理にかなっている。牽制の称号などお飾りだろう。そうね、あなたがそうしてくれた。ビルヘルム、私のことを愛してる？哦，就为而不去吗？死神のこれであなたは私を追ってこれない。それをしたら傷が塞がらない。死神的家伙。お前を追うぞ。それをされたら意味がなくなるじゃない。他不会到最后都没有心血来潮吧？たとえお飾りでもね。50近くにもなって若者に張り合っても余計なことは言わないの。愛してるわ、ビルヘルム。ええ、それでいいの。その答えは次に。哦，别这样，有什么赶紧说。あの日、聞けなかった言葉を聞かせてください。我真服了。也是很久没有见到白鲸了，咱。一如既往的这个压迫感。是因为加护吗？牽制の加護がロイヤル。
哦，对，随分と勇ましいのですね。嫌われてしまいましたね。縛られなくてもいいの。願わくば剣以外にも出会いがある人生哦天哪，私のように。他あなたを理解したいのです。ビルヘル长得好像那个未闻花名。情けない顔。テレシア、私はビルヘル啊，他有意识了。不会吧，我真20年不安にさせたかもしれん。だ虽然他肯定明白。用行动。私をお前あなたは私を愛した。最初から最後まできっと恵まれた人生だったわ。たくさんの人たちに助けられて、あなたと出会って、あなたたちなら大丈夫って信じてるから、ずっとずっと愛しているから。最後に一つだけ聞けなくて心残りなことがあったの。実は一目惚れだったんですなんて知ったら、あなたはどのくらい驚いてくれましたか？别这样。虽然之前就已经预料到可能会虐了，但是虽然这句爱着你真的是等了20多年，等了太久太久了，实在，但是还好最后还能在剑圣还有这样子意识的情况下，还是听到了见鬼这句话。これで満足か。満足とはとぼけるなよ。見たままだろうが。これで名実ともに剣聖の座はお前のものだよ。おめでとう。先代を知らせて加護を奪ったって噂も疑いようのない事実ってわけだ。満足か。満足だろおい。何をおっしゃられているのか意味がよくわかりません。すかした顔してるんじゃねえぞクソガキが。次乗るんじゃねえぞ。お前が何を言ったところで俺が見たものは変わらねえ。お前がおふくろをテレシア・バン・アストレアをぶった切ったってのは事実だ。而且当时加护应该是转移到莱恩还有特身上了。なんて認めないようにしてやる。何のかんの言ってお前は剣聖って名誉が手放せねえだろうが。肉親を切り殺しておいて剣聖王国の剣笑わせるなこの人殺しが。这让我想到他之前自己自嘲自己是怪物。
めろって。親父、あんたそれでいいのかよ。こいつは。やめろ。やめろ。ハインケル。やめろ。这隔阂我觉得是可能是永远的了。ラインハルト。はい。祖母をテレシアを切ったことを後悔しているか。いいえ、僕は正しいことをした。そのことを悔やんだりはしない。そうだな。その通りだ。お前は正しい。其实都没错了。哦，别这样，我都很心疼。他们俩之間好不容易有了一些和睦相处的感觉了，有。一人でなんて。私の心配はお前は自分の安全だけ考えていればいい。それでいい。なんだよ。なんだよ。なんだよ。なんだ。なんだ。なんだよ。そいつもこいつも。どいつもこいつも死んじまえ。死んじまえ。总感觉这个家户到头来其实又像是这些一系列悲剧发生的这个起始呢。但如果不是因为这个家户，剑圣也遇不到后面的剑鬼，很多幸福美满的事情也不会发生，这真的很难讲。这么看来的话，真的发生的这些家户发生的很随机，就是突然哪一天就降临在你身上了。其实你根本就没有什么选择，你可能很多一系列的事情，家庭的关系都会因此就是翻天覆地。最后的这个爷爷和莱昂哈鲁特的分道扬镳一般的这个结尾，真的是看得我太难受了。莱昂哈鲁特说的也没错，他是认准心中他的这个正义，并且就是他奶奶这个时候确实是一具僵尸吧，算是。我觉得爷爷他应该也是明白的，他是认可的，但是他不太能接受这一点，再加上一直以来长时间的这种难以释怀，这个时候他只能就这样先离开。上半部分的时候爷爷也说过，就是他肯定也是想跟莱哈鲁特和好的吧，但是他还是过不了心中这一道坎儿，类似于是不允许自己就这样子原谅或者说是放任这段往事，然后跟莱昂哈鲁特能够重归于好。经过这一集看到莱昂哈鲁特绝对的理性面前，老爷子应该也能看清了，就是他知道莱昂哈鲁特也没做错，而且他也问了他是否会后悔，但即使是这样他还是无法释怀，他也不允许自己释怀吧。我觉得这一下他们这3代的隔阂真的是永远恢复不了了的感觉吧。而我也非常心疼莱昂哈鲁特，感觉他更是被排除在这个家之外的，真的是没有感受到任何亲情。特伊西亚身上这个死神的加护，我觉得也挺残忍的吧，因为你真的需要非常小心才能不弄伤身边的人，要不然的话这个伤口就无法抹去。但是就是这种命运造化弄人的感觉吧，这个剑圣的加护也到了特伊西亚这里，而不是他的哥哥或者他的其他的兄弟姐妹身上。他的哥哥真的也是非常的惨，本身就完全敌不过这种天赋的降临，同时他又是这样子如此温柔的守护着他的妹妹，一家子都战死在战场，真的是太残忍了。对于特伊西亚，他本身就是想过一个爱花这样子比较惬意的生活吧，这样子的枷锁和责任沉重的这样背负在他肩上，他不得不拿起剑去冲锋陷阵。而且特伊西亚怎么会不后悔当初的他应该更早一些去把这个剑挥舞到他应该施展的地方呢？其实最后我觉得老爷子也应该是类似有点像划清了跟莱哈鲁特的这个界限吧，他的这个称呼也转变了，像是完全把他看作一个就是纯粹的剑圣，而非一个真正的孙子了。话又说回来，我觉得莱哈鲁特变成现在这样子好像极度理智这种状态，或者说
是面对自己砍死自己的奶奶也无动于衷的这种冷漠的态度，多少其实是来自于他这个家庭的影响的，当然也一部分是因为他身上的这种责任和能力吧。这集也是了解到，就是特蕾西亚的死其实直接的导致因素还是那个魔女，就之前应该也去过艾米利亚村子的那个魔女的，她所造成的死亡。我觉得特蕾西亚就算当时就是那个家户转移了或者不存在了，但是她至少还是有一定的这个积累，她的剑术水平什么的也不至于一下就是会倒啊。最终还是这个魔女的能力太过于强大，也真的只是需要一击就把特蕾西亚给打倒了。我觉得这个魔女真的太难对付了，就现在也不太清楚她的全能是什么样的，我觉得一个比一个难打，真的就是无解的状态。那这期视频要结束了，我们下次再见啦，拜拜。